なゆたくん、ここにまだ君がいるかわからないけど、でも僕が君に会えるのはこの屋上しかないから。未だに信じられないけど、パラドックスライブに出ていた那由他くんはかなたくんが作り出した幻影だったんだね。だからこの屋上で再会した時、君は僕のことを覚えてなかった。那由他くんは僕のことをかなたくんには内緒にしてた。覚えてなかったんじゃない。知らなかったんだ。でも僕の罪は変わらない。僕は友達失格だ。君に嫌われるのが怖くて危険なバイトをしているのを知ってて止めなかった。結局自分のことしか考えてなかったんだ。あの夜だって。俺、シキと出会えてよかった。楽しかった。ありがとな、那由他くん。ねえ、危ないよ。早くこっちに。ごめん、俺弱えからさ、一人じゃ無理だったんだ。けど最後はここにするって決めてて、ここのことはシキ、お前しか知らないからさ。那由他くん、ダメ、やめて。空が綺麗だ。那由他くん。ごめんね。ごめんね、那由他くん。僕は本当に弱虫だった。怖かったんだ。メタルに侵食された君を見て恐ろしいと思ってしまった。あの時勇気を出して手を伸ばしていたら、君は僕の手を取ってくれたのかな。僕は君を救えたのかな。それどういうことだよ。カナトくん。お前那由他に会ってたのか。あの夜ここで。話せ。ここで何があった。教えてくれ。じゃあ那由他は自分で。はい、メタルの侵食が止められない。こんな姿は見せたくない。だから終わりにすると。僕にこれを伝える資格はないかもしれません。だけど那由他くんはずっとかなたくんを愛していました。悲しいくらいに一途に、どうしようもなく純粋に。
僕はここから飛び降りようとする那由他君を止められませんでした。もしかしたら那由他君はそれを望んでいたかもしれないのに、僕は逃げた。たった一人の友達の前からまだ息があるかもしれないのに、その死を確かめることさえせず、僕はその日からずっと僕は逃げ続けていました。那由他君の死から友達を見殺しにした卑怯な自分から。でも気づいたんです。真実から逃げることはもう一度那由他君を殺すことと同じなんじゃないかって。だから僕は弱い自分を変えるために幻影ラッパーになりました。このメタルのロザリオは僕が僕の罪と向き合うためのお守りです。まだちっともできてないけど、それでもいつかもう一度那由他君の友達に戻れるように。ありがとな。え？那由他の友達でいてくれて。那由他を一人で行かせないでくれて。そんな。だって僕は那由他君を殺したのはお前じゃねえ。那由他をファントメタルの実験台にしやがった連中だ。それに逃げてたのは俺も同じ。同罪なんだよ。え？俺も那由他の死を受け入れられなかった。自分を守るために勝手に那由他を作り出した。逃げてたんだ。カナト君。これでやっと踏ん切りがついた。全部終わらせる気になれたわ。え？終わらせるって？ヒップホップやめんだよ。ついでにこの街も出る。そんな。もう知ってんだろ。ファイナルバトルは辞退した。ブライカンとはベイに戦ってもらう。まだ出たくねえとかごねてるらしいが関係ねえや。でも出せねえんだ。え？那由他の幻影もう出せねえんだ。那由他が死んだって分かった時からどんなに頑張っても出ねえんだ。カナト君。だからコズメズは解散。もう終わり。おしまいだ。おしまい？勝手に解散とか困るんだけど。那由他。なんだよ。幽霊でも見たような顔して。だってお前死んだんじゃ。は幻影なのか？ぁ？んなわけねえじゃん。ほら、ちゃんと足もあるし、お化けでも幻影でもないって。那由他君。本当に本物の那由他君なの？おう、正真正銘、八戸の神那由他だけど。けどそんなわけは。疑うんなら触ってみろよ。ほら。心臓、ちゃんと動いてるだろ？ああ。体温だって、ちゃんとある。幻なんかじゃねえよ。
ナユタ。本当にナユタなんだな。だからしつこいって。ナユタかなた。なんだよ今さ聞いたよ、かなた。俺がいない間に何があったか。いろいろ聞いた。パラドックスライブのこと、ステージバトルのこと。かなたがたった一人でどうやって戦ったか。かなた、一人でよく頑張ったな、かなた。けどもう一人じゃない。これからはずっと俺がそばにいる。何があっても今度こそ絶対離れない。約束する。ごめんな。勝手にいなくなって。ごめんな。辛い思いさせて。ごめんな。一人にして。バカ野郎。うん。バカだった。ふざけんな。でも帰ってきた。ただいま、かなた。おかえりナユタ。これまでのことって言ってもさ、正直あんま覚えてねえんだ。あの夜、この屋上から落ちた後、俺は病院に運ばれた。病院って言ってもアルタートリガー社の極秘研究施設みたいなところだ。アルタートリガー社ってパラドックスライブを裏で主催してた企業だよね。あの事件の後、責任を問われて解散したってニュースで。奴らはそこでファントメタルの研究をしてたらしい。金と引き換えに実験に協力しないかって俺に声をかけてきたのもそこの連中だった。じゃあ那由他君は。くそ、ナユタをモルモット扱いしやがって。まあそのおかげで俺は死なずに済んだんだけどね。奴らにとって俺は大事な実験体だったみてえでさ、昏睡状態っていうの？とにかく俺が寝てた間超金のかかる治療をめちゃくちゃしてたらしい。でその結果、ほら腕も元通り。は、本当だ。皮膚の色が元に戻ってる。だろ？よくわかんねえけどすげえことなんだってさ。よかった。本当によかった。つか目覚めてからはマジで気分がいいんだ。前よりもずっといい。だからさ、そんな顔すんなよ、かなた。それに俺の目を覚ましたのは奴らじゃねえ、かなただ。え？あの日
彼方の歌が聞こえた。彼方の魂が聞こえた。お、彼方に呼ばれて俺は目を覚ました。彼方がいなけりゃ多分俺は一生ベッドの上で眠ったままだった。医者が奇跡だって言ってたよ。あの事件の後、しばらくして俺がいた施設もバレたらしい。それで解放されたんだ。けど俺も検査とか治療の続きとかすぐに外へ出られる状態じゃなくてさ。で、それは言い訳か。遅くなってごめん。シキにもずっと謝りたかった。俺の勝手でものすごく傷つけた。本当にごめん。那由他くん。あの時俺は友達だからシキにすがった。でもそれは卑怯だった。本当の友達ならあんなことすべきじゃなかった。いいんだよ、那由他くん。もしもあの時何も知らされずに那由他くんを失っていたら、もっと耐えられなかったと思う。那由他くんは卑怯なんかじゃない。卑怯だったのは僕だ。那由他くんを見殺しにした僕だ。だから僕は那由他くんが生きていてくれただけで本当に嬉しいんだ。僕はそれ以上何も望まない。シキ。だから僕からも言わせて。おかえり、那由他くん。ただいま、シキ。ああ。彼方、今更かもしんねえけど紹介するよ。こいつ、シキ。俺のダチ。おお。どうもです。まあ、よろしく。あ、はい。こちらこそ。なあ、彼方。ん？戦おうぜ。もう一度、二人で。戦うって？ファイナルバトル。ブライカンとの直接対決。カナダの努力は絶対無駄にしたくねえ。カナダは勝った。どんなやり方でも勝ちは勝ちだ。文句言う奴がいたら俺が黙らせてやる。那由他。だからやろうぜカナダ。新生コズメズとしてファイナルバトルにエントリーする。新生コズメズ。ふん、なんだよ、ビビったのかよ。ビビるわけねえだろ。だよな。カナタの歌は最高なんだ。絶対に届く。俺に届いたように。相手が伝説のキングだろうと知ったこっちゃねえ。ぶっ倒して俺たちが新しいキングになる。ああ、てっぺん取ってこんなクソダメから出ていくんだ。二人で。カナタ、那由他。二人でいれば最強だ。